こんにちは、MD ジャックです。スマホの指紋認証が反応しなくなったので買い替えの時期かもって思ったんですが、指紋登録し直したらあっさり調子が戻りました。指紋が変わったの？なわけないですよね。もうすぐスマホは使用3年です。何かいいのがありましたら教えてください。はいです。今回もよろしくお願いします。エヴァンゲリオンを見終わったら何を見ようか迷っています。おすすめ何かあったら教えてください。お願いします。さて、ゴールデンウィークはダイナミックドライバーの低価格モデルを重点的に見てきましたが、今回の CCA で一段落します。低価格モデルにそんなに分析なんているのって思ってる方もいらっしゃるでしょうけど、やってみると価格関係なく結構面白いんで、ついついやってしまいます。それに低価格帯のモデルって皆さんおそらく大丈夫なの？まともに音楽聴けるの？っていう不安はあると思うんですよね。これまでの動画でその不安は払拭されたと思いますが、今回はどうでしょうか？では早速始めましょう。ご覧の通り、この2モデルはケーブルの交換はできません。断線するまでの使い切りモデルとして割り切りが必要ですね。特徴としては CST は大部分が木製ハウジングであることですね。購入理由もまさに木製ハウジングに惹かれたからです。アップの写真で見るとそれなりに高級感すら感じており、ノズル部も金属製だしデザインも悪くないので音質に期待です。同価格帯の他モデルとの差別化にはいいですよね。価格帯は1000から1500円ぐらいです。 CSA はとても小さいです。同メーカーの CKX と比較してみたところ、外観はそっくりです。微妙に違うところもあるんですが、元の方は一緒なんじゃないかと思います。リケーブルを捨てても低価格に割り切ったのかなとも思いますが、そうなるとやはり KZEDX はコスパがいいなぁと思ってしまいます。価格帯は1000円以下でありで600円台から購入可能です。スペックはさらっと見ていただくとして、どちらも 10mm のダイナミックドライバー1機搭載です。音量も取りやすく、スマホ直差しもしてみましたが全く問題ありません。その他の2モデルの違いは、ジャックが CST が L 字普通掛けタイプ、 CSA のジャックは直線シワ掛けタイプといったところでしょうか。装着感は CST はノズル部に角度がついているので装着しやすく、安定性もなかなかいいです。 CSA は小さいので軽くてちょっと心配でしたが、シワ掛けすることで安定するので心配いりませんでした。音質比較動画は前回前々回の動画と同じ曲を使用していますので、3本の動画で扱ったモデルの聴き比べも疑似的にできるようにしております。では音質比較動画です。まず CST と CSA の波形を重ねてみます。この2モデルはこれまでの2本の動画で登場したモデルと比較した方が分かりやすそうなので、それぞれ別モデルと比較してみます。まず CSA からです。ここは愛がお伝えします。波形の通り割と似た特性を持っています。聞き比べては蒸気のような印象でした。時間を置いてブラインドテストをされたら鳴り方が似ているので間違うかもしれません。CSA はこじんまりとした鳴り方に感じます。
全体の印象としては中広域が突出しているのでちょっと想像しく、低域、広域とも不足気味なので、傾向としてはマイルドな音質ですが、あまりいい質感とは言えません。広がりも感じられません。さすがに低価格なので仕方ないかなと思います。適材適所という意味では CSA はマイク付きを買ってスマホ直差しで通話に使うとか、あまり周りに音が漏れてはいけないシチュエーションでのオンラインミーティングとかに向いている気がします。カバンに常備しておいてメインの Bluetooth のイヤホンが突然調子悪くなっても会議は続行中なんていう場合の保険ですかね。周波数特性から見ても会話系には合っている気がします。音楽専用として考えた場合は同価格帯に似た特性を持つ TRN MT1 がいますので MT1 を購入した方が幸せかと思います。リケーブルもできますし、ただしこのように EQ で補正してやると劇的に良くなります。そんなに大幅調整ではなく、2から 4kHz を 3dB ほど下げ 8kHz 付近を 3dB ほど上げるだけです。バランスが良くなるのでかなり聞き心地は良くなります。ありで600円台で購入したのでそのぐらいの価格で買えるならあってもいいですが、1000円以上出してまで買わなくていいんじゃないかと思います。はい、愛ちゃんありがとう。ではここからは私がお伝えします。こちらはかなり似た特性です。聞き比べでは上記のような印象で、全体的に CST が低域、広域ともに派手めな音質で、ドンシャリという感じです。EDX に比べ3箇所あるピークのうち2箇所が上の帯域にずれ、減衰も少なめなため広がりがあり迫力もあり、明瞭で非常に印象はいいです。大部分が木製ハウジングだからもっと柔らかい音がするのかと思っていましたが、現時点ではその兆しはありません。現時点でというのは、使い込むことによって今後木製ハウジングの特徴が現れるかもしれないという期待感ですが、どう変化するのか、あるいは変化そのものがあるのかは未知数です。数年単位でないと変化がわからないかもしれません。背面のこの部分からは気になるほどではありませんが音が漏れてきます。試しにここを指で軽く押さえると急に響きが悪くなり音量も下がりました。なのでここを適度に開放することで良い響きを得ていて、そこに木製ハウジングが合わさることでこのサウンドが成立しているのだと思います。EDX をお持ちの場合は本当に音質が似ているのでスルーでもいいかもしれませんが、似た特性でも響き方の違いはあるのでリケーブルできないなど不便さがあってもこれは持っていて面白いと思いますね。一応音質確認のために買いましたが、これは当たりだと思いました。ありで1300円ぐらいで買いましたが、 CST は Amazon でも同じぐらいの価格で購入できるようですので、興味がおありでしたら説明欄にリンク貼ってありますのでご覧ください。ということで今回は CCA、CST、CSA のレビューでした。低価格モデルは一旦ここで区切りとします。次回は一転し、このチャンネルとしてはちょっとお高めのモデルのレビューが続きそうです。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。